皆さんこんにちは。春旅 Vlog のメイです。5月初旬、私たち家族は瀬戸内海に浮かぶ小さな島、広島県の大久野島へ家族旅行に出かけました。愛媛県松山市を午前中に出て、しまなみ海道を渡ります。まずは博多島へ。博多島では軽くランチをいただきました。熱々いいね。ランチ後は大三島に入り、盛港から出るフェリーに乗って大久野島へ向かいます。こちらの盛港務所でチケットを購入します。大人は往復で720円、息子は未就学児なので無料です。うさぎの餌もここで購入します。大久野島には自家用車で乗り入れることができないので、盛港に置いたままで船に乗り込みます。船な。うさぎの絵がかわいい。盛港から大久野島まではフェリーで約15分。あっという間です。大久野島に到着しました。上陸。島に足を踏み入れるとすぐにウサギに出会います。島内には野生のウサギが900羽以上生息しているそうです。大久野島にある宿泊施設は休暇村のみ。港からこのバスに乗り休暇村に行きます。ウサギに注意を促すため、バスは走っている間音をずっと鳴らしています。ゆっくり7分をかけて休暇村に向かいます。チェックインの時間まで30分ほどあったので、荷物を預け島内をお散歩することにします。ウサギ、たくさんいる。あそこたくさんいる。本当だ。島内には本当にたくさんのウサギがいます。ウサギさん。どうぞって、どうぞって、どうぞ。お腹いっぱいかもしれない。そうだね、いろいろもらってるかもね。一気に食べたね。早い。かわいいね。この子よく食べるよ。どうぞして。うさぎの餌は港でも売っていますが、キャベツや人参、小松菜などいろいろな野菜を持参している人もいました。そうだね。猫じゃないよ、うさぎ。人間に慣れているので、あまり逃げることはありません。追いかけたりせず、優しく触れ合うようにしましょう。注視してあげて食べたら。ほら追いかけないよ。追いかけない。瀬戸内海国立公園に属している大久野島は、広島県竹原市にある無人島です。周囲は4キロほどで、民家は存在しません。とても穏やかな島ですが、
この奥の島はウサギの島と呼ばれるほかに毒ガスの島としても知られています。太平洋戦争中に毒ガスを密かに作っていた島なのです。休暇村から奥に進んでいくと毒ガス貯蔵庫跡があります。すご。内部が空になった巨大な毒ガス施設はこのようにその姿を残しています。多分草木も生い茂ってた。そうだね。今よりもっとね。3時になったのでお部屋に入りましょう。今日のお宿。私たちが宿泊したのは8畳のシンプルな和室のお部屋です。すごい景色見れるわ。景色というか、いいじゃない。大浴場は男女それぞれに浴槽の広い大靴の湯とそれより小さめの浴槽小靴の湯の2種類があります。どちらも露天風呂はありません。大靴の湯は明るくて広々しているし、小靴の湯も明るく、また比較的人が少ないのでゆっくり入ることができました。夕食は1階のレストランでいただきます。ビュッフェスタイルの食事で瀬戸内海で採れる海の幸や広島や愛媛のご当地グルメをいただけます。海の近くの宿だけあってお刺身は新鮮で美味しいです。広島牛の鉄板焼きも部位によって差はありましたが柔らかくて美味しくてたくさんおかわりしちゃいました。完全に好みが出るよ。翌朝、辺りは霧が立ち込めていました。休暇村のアクティビティで朝のお散歩会というのもあり、お散歩している宿泊者の方もいました。みんなお散歩してるんだな。私は朝食前に小靴の湯へ朝風呂に行きました。1階のレストランでビュッフェスタイルの朝食をいただきます。ママいるよ。朝も和洋いろんなメニューがあるので楽しんでいただきました。乾杯。乾杯。チェックアウトする頃には霧も晴れいい天気に。こっち側にしよ時間があるのでうさぎと触れ合いながらフェリー乗り場まで歩くことにしました。私あげて。あげる。同情してきて。どうぞ。あら、お腹空いてたんやな。たくさんあげて。どうぞ。おはようって。めっちゃ食べる。めっちゃ食べる。よしよし。よししてあげるよ。よしよし。休暇村から港までの間にも
毒ガス資料館と毒ガス製造器具が展示されている場所があります。うわ、そうもあれや。ここはね、陶磁器製毒ガス製造機。陶器やったやああ、うさぎの耳あるやんか。うさぎの耳、あ、本当だ。かわいい。かわいい。どういう風にするんだこれは。大久野島にはキャンプ場もあります。ああ、キャンプ場いいね。うん。とても景色が良く、とても人気のようです。ああ、いいね。チーズ。もちろんここにもウサギはたくさんいます。あ、うさぎさんいたね。フェリー乗り場を通り過ぎて進むと、毒ガス工場の電力を賄った発電所跡があります。喫煙許可。とても大きい施設で、窓ガラスなどはほぼ割れてなくなっており、なんだかおどろおどろしい雰囲気でした。すごいね。へえ。今は美しく可愛らしいウサギのいる大久野島で、外国人にも知られる島となりましたが、戦争中は秘密の島として地図からも消されていました。毒ガス貯蔵庫や発電所の跡を見ましたが、別の毒ガス貯蔵庫跡や砲台跡もあり、戦争の面影を残しています。今回ウサギとの触れ合いを目的にこの大久野島に来ましたが、ウサギの島だけではない大久野島を知ることができました。大久野島からフェリーで大三島の盛港に戻り、次は大三島にある大山上神社にお参りに行きました。はい。とても大きな神社で、神社やその周辺には観光客も多くいらっしゃいました。すごい人。こちらの本殿正面には大きなご神木のクスノキがあります。手洗って。うん。そう、ゴシゴシゴシ。わあ、すごいね。うん。あ、並ぼっか。お賽銭しよう。ママいるよ。あった、ママいたって言うね。お参りの後は休憩して愛媛松山に戻りました。我が家の大久野島旅行いかがだったでしょうか。大久野島の歴史を知り、また可愛いウサギたちと触れ合ってとても癒された旅となりました。最後までこの動画をご覧くださりありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひいいねを押してください。
また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。